こんにちは。日本語学習者向けにわざとゆっくり話してるチャンネルってありますよね。あとは AI が話してるチャンネル。あれで勉強するのはやめた方がいいです。なんで聞き取りやすくていいじゃんって思った人もいると思うんですけど、今日はゆっくりな日本語とか AI 音声っていうのがみんなの上達を遠回りさせてるっていう話を、僕も英語学習で痛い思いをしたことがあるので、その実体験と一緒に話していきます。日本語っていうのはネイティブが無意識に使ってる自然なリズムっていうのがあります。自然なスピードで話すとき、この音の高低とか強弱のパターン、あとはリズムっていうのが自動的に正しく発音されるんですけど、だけどゆっくり話そうとすると、それが崩れるんですね。で、音と音のつながりっていうのが切れてしまって、本来のリズムではなくなってしまいます。で、実際に僕ゆっくりな日本語を話すチャンネルっていうのを何個か検索して見てたんですけど、びっくりしたことがあって、なんか今日は何々について話しますみたいな感じでみんな言うじゃないですか。その時にそのチャンネルは、今日はから始まったんですよ。これだから違うアクセントで始まったわけですね。この今日はっていう話し方っていうのは、学校の校内放送で流れてくるような喋り方なわけですよ。これを日常会話で聞くことっていうのはまずないですし、だからゆっくり話す日本語のチャンネルっていうのは、ゆっくりにしようとした結果、アクセントっていうのが崩れてしまっているものが多いです。そのアクセントの崩れた日本語っていうのを、日本語を学んでるみんなが正しい日本語として耳にインプットしてしまうっていう問題があるんですね。で、これ別に批判したいわけではないんですけど、みんなに気をつけてほしいだけなんですけど、ゆっくり話す日本語のコンテンツを作ってる人っていうのは、おそらく自分が不自然な日本語を教えてしまってるっていうことに気づいてない人が結構いると思います。はい。で、ゆっくり話すとか、簡単な日本語で話すっていうチャンネルでは、わかりやすい日本語を話そうとした結果、教科書的な表現を使いすぎてしまってることがあるんですね。だから言葉の選び方まで変わってしまうんですよ。だからわざとゆっくり話そうとすると、普段は絶対に使わない喋り方になってしまったり、アクセントだけじゃなくて、リズムも崩れてしまう。だから日本人なのに、ゆっくり丁寧に伝えようって思った瞬間に、普段の自分の日本語を話せなくなってる人が多いと思います。何個かゆっくり話すチャンネルを見たんですけど、本当にぎこちなくてちょっと、ロボットが日本語を話してるみたいになってたんですね。だから、リアルな会話で使われる言い回しとかじゃなくて、教科書的に正しいとされてる日本語になってしまってると思うんですよ。もちろん発信してる人も悪意があるわけではないのは分かってるけど、作ってる人が学習者に伝わりやすい日本語っていうのを意識するあまり、実際に使われてる日本語から離れてしまってるし、普段使わない日本語だとか、イントネーションを教えてしまってるんですよ。でも学習者の人っていうのは気づかずに、これためになったって思っちゃうわけですね。あと一個あるんですけど、いくらなんでもちょっとゆっくりすぎるんですよ。そう。一般的に子供が見るアニメでもあんなにゆっくり喋らないし、例えばドラえもんとか、しんちゃんとか、ポケモンとかあるじゃないですか。そういうアニメでもあんな喋り方はしないし、もしかしたら2歳とか3歳向けのアニメとかならあのぐらいのスピードあるのかもしれないですけど、それから練習する人なんていないと思うんですよ。そういうアニメとかも声優さんが話してるし、ちっちゃな子供に変なアクセントとかを教えるわけないじゃないですか。だからスピードとかはゆっくりだとしても、イントネーションとかリズムっていうのはそこまで崩れてないはずなんですよ。でも、考えてほしいんですけど、YouTube チャンネルって正直誰でも投稿できるじゃないですか。だから発信してる人自体がイントネーションが崩れてるとか
リズムが崩れてるっていうのを気にしてないと思うんですね。だから僕は、そういうチャンネルじゃなくて普通に話すチャンネルにしたんですけど、もちろん全部のゆっくり話す日本語のチャンネルが不自然になってるわけではないと思うんですけど、こういうチャンネルで勉強した時にネイティブが普段絶対しない喋り方っていうのを耳に入れ続ける可能性があるっていう話をしてるんですね。何が自然な言い回しとかリズムなのかっていうのはまだ学習してるみんなが気づきにくいことだし、で、あと AI の音声とかもそうなんですけど、最近は AI の日本語とかで日本語学ぼうみたいな動画も増えてきたと思うんです。で、AI 技術も進化してるから発音自体はかなり綺麗になってるのは事実ですけど、AI 音声っていうのにも問題があって、まず不完全な完璧さがあるんですよ。AI の音声っていうのは。実際に日本人と話す時の会話だと、もっと予測不可能なリズムとか感情による強弱みたいなのがあって、で、それらがない AI 音声っていうのは聞き取りやすすぎるんですよ。間の取り方とかも AI ってどうしても単純になりやすいんですよ。だから実践的なリスニング力っていうのが僕は育ちにくいと思ってて、で、あとはいくら AI が自然な話し方になってきたって言っても、イントネーションがまだ機械的で全然違うチャンネルとかもあるんですね。この話を話そうと思った時に、一応、調べて聞いてみたんですけど、とんでもないアクセントで話してるチャンネルがあって、でも、そのコメント欄とかでは、勉強になりますとか、いいリスニング練習になりましたみたいなのが、多かったんですね。で、僕もね、チャット GPT とかと英語で話したりするときあるんですよ、練習したくて。でもね、不思議なのが、チャット GPT の言ってることってめっちゃ聞き取りやすいんですよ。言ってることがスラスラ頭に入ってくるわけですね。でも、やっぱネイティブと話すと、僕は全然わかんないこと結構あります。だから、AI と実際の人っていうのは、僕の経験からしても全然違うんですよ。僕も英語を勉強し始めの時、最初はAI のチャンネルとかでも勉強してたんですね。めっちゃ聞き取りやすいし、なんか声もいいじゃないですか。で、ためになるし最高じゃんって思ってたんですけど、で、それで1年ぐらい経って、全然今も完璧な英語じゃないけど、その当時よりはだいぶ上達したわけですよ。で、それをね、たまたま見直そうと思って見直してみたんですけど、やっぱ変なんですよね。発音もおかしいし、リズムもなんとなく違う。だから、勉強始めたばかりの僕は気づけなかったんですよ、それに。そう、だからみんなも勉強を始めたばかりとか、本当のね、日本人の話すトーンとかを知らないと、こういうことにも気づけないわけですね。そう。だからこういうので勉強すると、最終的にどうなるかっていうことを、僕の経験から話した方が早いと思うんで話すんですけど、僕はフィリピンに英語ゼロの状態で英語を勉強しに留学しました。半年間ね。半年間フィリピン英語のアクセントに慣れて、そのアクセントで耳が作られました。で、その後に、カナダに行ったんですけど、本当に全然聞き取れないわけですよ。そう。知ってる言葉だろうし、簡単な言葉で話してるはずなんですよ、向こうはね。でも、聞こえ方が全然違うんですよ。だからリズムとかアクセントが違うだけで、完全に別の言語に僕は聞こえてしまったんですよ。これだいぶへこんだんですけど、その時。だからゆっくりな日本語とか AI で学んだ後に、日本人と実際に話すと、確実に日本人が話す日本語が全然わからないっていう現象が起こるはずなんですよ。そう、僕も実際にフィリピン英語と本当の英語、カナダの英語でこういうことが起こったので、だから僕が痛い思いをしたから、今警告としてみんなに発信してるんですね、これは。はい。でも簡単な日本語で勉強したいっていう人いると思うんですけど、日本語を勉強するなら一番いい答えがあると思ってて、それが子供向けの
アニメを見ればいいと思います。ドラえもんとか、しんちゃんとか、ポケモンあるじゃないですか。これが結構僕はいいと思ってて、なんでかっていうと、子供向けだから単語も簡単なんですね。で、話の内容もわかりやすいし、でもアクセントは本物の日本語。リズムも自然だし、だから少し聞き取りやすい程度の自然な速度だからいいと思うんですけど、さっきも言ったけど、正直日本語を始めたばかりの学習者の人が2歳向けのアニメっていうのを入り口にするかって言われると、僕はそうじゃないと思うんですよ。普通はですね、普通はって言ったらあれだけど、自分の国の言語で見てたアニメを日本語で見てみようとか、ドラえもんとかしんちゃんとかそのぐらいのレベルのアニメから僕は始めるんじゃないかなって思ってて、だからゆっくり話す日本語のチャンネルとかよりは、僕だったらドラえもんとかしんちゃんから見ると思います。はい。文法とか単語が全くわからないんだったら、僕だったら基礎的なものは先に勉強するし、だから知識をある程度入れて、その後に自然な日本語を聞いていくとか、そうやった方が、ね、耳に入る日本語っていうのが最初から本物の日本語なわけじゃないですか。だから遠回りにならないわけですね。まあ、気をつけてみんなも勉強してみてください。じゃあ今日も聞いてくれてありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。じゃあまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。